インド1週間前ですけど、なんか準備できましたか？お薬は準備できました。お薬、履くズボンも購入できました。それ以外は？それ以外に準備すべきものはありません。準備ができました。ちょっとね、トランジットの関係で預け荷物ができないのでリュック一つしか持っていけないんですね。まだインドに行ったことない夫を連れてリュック一つで旅立ちます。今回はインドの最北端と最南端に行く旅で、インドの果てで食べるカレーやスパイス料理を探しに行く予定です。まず向かった先は最北端の地、北インドのラダック。空港から 3000m 超えの標高にある高山地域です。機内食も美味しく、早速現地でカレーを食べるぞと思った矢先、ガリコさんは早速高山病にかかってしまって、今酸素を吸っております。ガリコさん大丈夫ですか？少し酸素を吸ったら気分が良くなったので、元気なうちに一発目のカレーを決めましょう。まず向かったのはカシミールカレーが食べられるお店へ。ラダックはインド最北部のカシミール州に位置する地域です。カシミール料理といえばとにかく肉、そしてカシミリチリと呼ばれる辛くない唐辛子をたっぷり使った真っ赤な色のカレーが特徴的です。代表的なカレーであるマトンローガン女子とチキンミルチコルマを注文。付け合わせは全粒粉の薄焼きパンロッティにしました。めちゃめちゃいい感じに。絶対美味しいじゃんこれ。うまっ。マトンローガン女子の語源はマトンが羊肉、ローガンが油、女子が煮るという説もあるし、ローガンが赤、女子が汁という説もあります。とにかく羊肉をじっくり赤い油が浮くまで数時間煮込んだカレーです。1つ4人分ぐらいで1200円。日本とそんなに値段は変わらないですが、肉の量と手間を考えれば絶対食べたい一品です。カリオさんどうですか？美味しいです。美味しい。チキンミルチコルマはチキンが鶏肉、ミルチが唐辛子、コルマはヨーグルトやだしで蒸し煮にしたカレーの意味です。美食を極めたムガール帝国時代に生まれたカレーと言われています。こちらも骨付きの肉から出る旨味が絶品。ロティに染み込ませて食べるのがたまりません。こちらも4人分で1440円。インドの物価と比較すると割とお高めですね。すごい。これ回すと何になりますか？今日は標高 5000m 以上のところまで峠まで登って、パンゴンツォっていうインドの中の桃源郷と呼ばれる場所に行こうと思います。昨日の夜テイクアウトしてきたんだけど、まずこれはチャパティですね。アルゴビってカレーですね。米はもちろんインドの仲米で、香りがとてもよく胃もたれしにくいお米です。アルゴビはアルがじゃがいも、ゴビがカリフラワーを意味するベジカレーで、北インドでよく見る組み合わせです。おすすめは包んで食べること。うまっ。ご飯と食べるときはよく混ぜ合わせてからいただきます。朝食後、早速車でパンゴンツォに向かいます。朝ごはんを5時台に食べたせいで、もうね、朝9時にはお腹が空いてしまいました。ということで2度目の軽食をいただきます。こちらはパラタ。厚みがしっかりあるのに膨らんでいるのは、生地が柔らかく均一に広がっている証拠。こちらはカレーもセットで380円ほど。ちょっとお得です。美味しそうな。やっぱり北インドは米よりも小麦系の主食が美味しいです。チャパティやロティ、パラタ、たまに見かけるナン、いろいろありますが、ブレッド系は絶対食べるべきですね。豆のカレーも美味しいですが、そのまま食べても美味しかったです。その先、さらに数時間の車を走らせて、お昼前頃に最高地点の峠に到着しました。ちょっと案の定空気も薄いんですけども、とても綺麗な空気でね、この空気で生きていきたいなという気持ちです。こんな頂上でも癒しのご飯があるそうで、高さ 5400m で食べるマギーがここは名物なんで、今回の旅のコーディネーター、今日やばいやつにあったの坪和さんおすすめのインドのインスタントラーメンマギーを食べてみることにしました。美味しい。濃い味のスパイス麺は癖になりそうです。もはや油なし油そばみたいな。
片道4時間の中にはご飯以外の癒しもあります。高山地帯に住む大きなリスちゃん、マーモットが大量にいる草原を通過します。動物大好きな私にとっては幸せすぎる環境で、もうね、食べてしまいたいぐらい可愛かった。めちゃめちゃ可愛いでしょ。妻がバーモントに懐かれすぎて嫉妬しているカリオでございます。そしてついに念願のパンゴンツォに到着。向こう側はもう中国です。ここは映画「きっとうまくいく」のラストシーンでも使われた地で、美しすぎるインドとも言われています。実はずっとここには来てみたかった。さて、そんなインドの秘境で食べられるものといえばチベット料理。ここではトゥクパを注文しました。うまっ。北インドやネパールで食べられているうどんのような麺料理です。ここら辺は中国の影響が見られる料理も少なくありません。多分インドで食べられる最もヘルシーな料理なんじゃないかなって思うぐらい油がなくてさっぱりした、給食のソフト麺みたいな味わいです。1杯300円でリーズナブルです。実は日本でも新大久保で1杯500円で食べられたので、大学時代はよく食べてました。ちょっと足りなかったので、坪さんのチキンビリヤニももらいました。その後、再び帰りの4時間の車移動を経て帰ってきたのは18時頃。昼のチベット料理をもう少し食べたいということで、夕食もチベット料理に。チベット料理の代表といえばモモでしょう。すごい大きい。これも中国の影響を受けていると思いますが、スパイス餃子です。餃子ってそれだけでも美味しいのに、肉種にスパイスが入っていて、ソースもスパイストマトダレ。ベジモモは肉が入ってないももですが、これが絶品。キャベツやニンニクなどが細かく刻んであり、スパイスとクリームチーズのようなもので和えた一品です。この時ももは5つぐらい食べて、さらに追加でマトンバグレブも。これはマトンの粗挽き肉にスパイスを練り込んだ肉種をパイ生地に包んで揚げたような料理です。ももは8個で500円、マトンバグレブは1個4カットで640円でした。ちょっとマトンバグレブって言いにくすぎるわ。マトンバグレブ、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 マトンバグレブ。さて、私たちは北インドの桃源郷を後にして次に向かったのは南インドの桃源郷。3500キロ南に移動して最南端に位置する南インドのケーララ州です。ここで仲良しのハルアンちゃんとも合流。ハルちゃんも初インドなので、とりあえず安全第一でいいホテルを予約しました。おはようございます。おはようございます。まだですよ。インドに行ったらホテル代はケチらない方がいいです。日本で5つ星ホテルに泊まると十数万円かかりますが、インドだと1万円で泊まれます。そしてそういうホテルの朝食はマジで美味しいです。豆と米の生地を蒸したイドゥリや代表的な豆と野菜のカレーサンバル、蒸したバナナやひよこ豆のカレー、どれも美味しそうですが、私はドーサを頼みました。ドーサはイドゥリと同じ生地を薄く焼いたパリパリもちもちのクレープみたいなものです。餃子のパリパリに焼いた皮みたいな食感で、塩気が少しあってそのまま食べても美味しいです。サンバルをつけて食べることもできますが、私はザバッとかけてふやかしながら食べるのが好きです。付け合わせはココナッツチャトニというココナッツソースみたいなもの。これもサンバルと一緒に混ぜ合わせると絶品です。スイカはインドだと1玉250円で買えます。一番好きな果物なので、実は北インドでも毎日食べてました。スチームバナナは焼き芋みたいな食感でホクホクとろっとしていて、バナナの優しい甘みもあり美味しかったです。行ってきます。さて、ケーララの楽しみ方といえばバックウォータークルーズでしょう。ヤシの木に覆われた運河をのんびり行ったり来たりするぼんやり旅です。先頭さんは70歳。ケーララはケラ、ラムという2つの言葉からできていて、ケラはココナッツ、ラムは島国という意味です。つまりケーララはココナッツの国という意味があります。ココナッツは葉は硬くて丈夫なので折り込んで屋根や家具に使えます。種は繊維をほぐして麻のような糸が作れます。途中の島にはナツメグの木もありました。ナツメグの周りの赤いものはメース。これも乾燥してスパイスとして使われていますね。ナツメグの果実は食べられるそうですが、全然割れない。ちょっと梨？食べてみます。
なんだろう、売れてないあんずみたいな味。ツアーも楽しんでお昼はお楽しみのバナナリーフミールスです。南インドのカレー定食をミールスと呼びますが、ケーララではお祝いの席で出るようなごちそうをサッティアと呼びます。バナナリーフの上に直接ご飯や野菜カレーをどんどん盛り付けていきます。ご飯はケーララライス、これも粘り気が少なくカレーと混じりが良い米です。その上に定番カレーのサンバル。いただきます。おいしい。その上にもトーレンやアビアルといったココナッツと炒めたり煮たりしたような野菜のカレーがたっぷり。これらはよーく混ぜ合わせ食べると美味しいです。マジか。 Thank you. Here pineapple. ありな。別にな。油断しているとどんどん盛り付けられていきます。うまっ。仕上げにパヤサムというココナッツミルクで煮た甘いおかゆのようなデザートも。ココナッツなしでは成り立たないようなご飯でした。船頭さんもご飯タイム。ご飯たっぷりに盛ったカレーは美味しそう。よく食べよく働き、それが元気の証なんだなと思いました。次回は南インドで料理教室に行ってきます。インドのママから学ぶ南インドカレーは絶品でした。ぜひ見てね。